ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ南部戦線において、ロシア軍が撤退することを表明しました。前回の動画ではそうした撤退するだろうという前兆が現れていることを動画にしたのですが、ここまで早く実際に撤退命令を出すとは思いませんでした。というのも、前兆現象があったからといってすぐに撤退命令を出すというのでは、あまりにも状況が悪いからです。今回の動画ではそのことについて解説をしていこうと思います。まずはどのような形で撤退命令が出たか関連ニュースからご紹介します。ロシア国防省、ヘルソン州西岸からの撤退を命令。ロシアのショイグ国防相は9日、ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川西岸からの軍の撤退を命じた。西岸地域にはロシアが2月の侵攻開始以来唯一占領した州都であるヘルソンがあるが、攻勢を強めていたウクライナ軍に奪還される。ロシアは軍事的にも政治的にも大きな打撃を受ける。タス通信によると、ショイグ国防大臣は9日、軍事侵攻を指揮するスロビキン司令官に対し、軍撤退に着手し、兵員や武器などを安全に川の向こう、ドニプロ川東岸に移動させるよう、すべての措置を講じるよう命じた。これに対しスロビキン司令官は、ショイグ大臣に、できるだけ早く撤退を完了すると答えた上で、ドニプル川東岸で守備態勢を固めると述べた。欧米の支援を受けるウクライナ軍は10月下旬、ヘルソン州で多数の集落を奪還したと発表するなど、軍事攻勢を強めていた。9月中旬には、東部ハルキウ州で占領されていた地域の奪還に成功しており、ドニプロ川西岸も奪還すれば大きな戦果となる。今回ロシア軍がドニプロ川の西岸地域からの撤退命令を表明しました。これに伴って、ウクライナ軍が奪還する地域は、広さ3700平方キロメートルに達します。ただし、撤退命令が出たからといって、まだまだ前線にはロシア軍の部隊が存在していることも確認されていますから、ウクライナ軍の進軍はあくまでも慎重に行うと、ウクライナ側は発表しています。ただ、ロシア本国から撤退命令が出たと、公式に発表されたものですから、現地の看板を引き合いにして揶揄されています。看板には、ヘルソンはロシアと永遠に仲というふうに書かれています。ロシア側の違法な住民投票が実施され、それに伴って一方的な併合宣言があり、それからわずか1ヶ月ちょっとで、当のロシア軍が撤退するというのです。撤退にあたっては、ドニプロ川を渡らなければなりません。現在ドニプロ川を安定的に渡ろうと思えば、橋は使えないものですから、船やもしくは船に引っ張られる形での浮き橋を利用することとなります。ロシア軍は橋が使えないのであれば、仮設の橋を新たに作ろうとしたのですが、この試みは失敗しました。ドニプロ川は川幅も広く、川を渡るための浮き橋も数が限られていますから、輸送能力はそれほど大きいわけではありません。ロシア軍が一斉に撤退するとなれば明らかに混乱が発生することでしょう。そしてドニプロ川西岸地域をウクライナ軍が奪還した場合においては、ヘルソン州の州都ヘルソンを奪還することとなります。これに伴ってロシア軍が本格的な侵攻を行って以来の失敗というものが新たに一つ加わることとなりました。まず最初にあったのが首都キーウに対する攻略失敗。さらにはウクライナ第2の都市ハルキウに対する攻略失敗。そして第3にドネツク州に対する攻略失敗。そして今回新たに加わったのが占領していたヘルソンがウクライナに奪還されるということです。振り返ってみればロシア軍が占領した地域を広げたのはあくまでもきっと戦争にはならないだろうとどこかでみんなが思っていた時に全力で攻め込んだ最初だけだったと言えます。さて、そんなロシア軍なわけですが、撤退命令が全体に行き渡っていたかといえばそういったわけではありません。まず最初に撤退の命令が事前に通知されていただろう部隊の行動を紹介します。ヘルソン州の一部の部隊では、事前に撤退が通達されていたのか、塹壕にマネキンを置き、兵士がいなくなった、そのことがバレるのを少しでも遅らせようとする努力が見られました。一方で、ロシア本国で撤退命令を出すといった正式発表が行われたその時においても、前線でまだウクライナ軍と砲撃戦を繰り返している地域などもあり、また、現在進行形で塹壕を掘っている部隊もまだまだいるという話も出てきています。ショイグ国防大臣が撤退命令を出すにあたっては、ある程度選抜された部隊だけは優先的に逃げているんだけれども、多くの部隊は自分たちがいつ撤退できるかもわからないまま、この地域に残っている状態になります。これらの部隊が
ドニプロ川を渡るための船の順番をどれだけ行儀よく待てるかはかなり疑問で、我先にと部隊から離反する形で兵士たちが逃げ出したり、ウクライナ側の攻勢に対して降伏する部隊なども出てくる可能性は十分あります。そして今後の展開なのですが、ロシア軍の現地司令官の言っているように、これからはドニプロ川をまず第一の防御施設として考えて、ドニプロ川東岸地域に陣地を築き、ウクライナ軍をこれ以上進めさせなくする、そのような戦術に徹することでしょう。これはドニプロ川が川幅1キロほどもある大きな川で水量もあることから、実際守りに徹すれば、ウクライナ軍はなかなか川を渡れません。しかし、このことは逆に言えば、川を挟んでロシア軍とウクライナ軍がもはやどちらも進軍できないような状況になるわけですから、ヘルソン州の戦いは一旦ここで区切りをつけて、別の戦線へと両軍の部隊が展開することとなります。そうした意味で、今回のショイグ国防大臣の撤退命令というのは、この戦いが次のステージへと移っていくことを意味しています。ロシア軍の行動には常に合理性がないといった特徴があります。例えば今回、状況からしていずれこの地域から撤退しなければならないというのは素人にもわかることなのですが、ロシア軍はこの地域に3万から5万程度の大兵力を集結させたと言われています。そもそもいずれ撤退するのであればこれほどの大兵力を投入する必要はありませんでした。ウクライナ軍の足を止めるための守りに徹した戦いに兵力を割くのであれば、これほどの大部隊は必要なかったはずです。そして、これだけの人数がこの地域にいるというのも、明らかにドニプロ川を渡るには時間がかかりすぎます。ですから私自身は撤退の兆候が出てから実際に撤退するまではある程度段階を踏んでいくと考えていました。なぜならば、川を渡れる人数というのは当然のように計算すれば1日で何人ぐらいかなというのが紙の上でも出てくるわけですから、それに合った形で順次交代していくことが必要なのです。今回のように大々的に国家の意思として、さあこの地域から撤退しますよなんていうことを言ってしまえば、この地域にいるロシア軍の兵士3万から5万人全員が自分が戦っている間にもどんどんと味方は逃げていくんだということを考えながら過ごさなければならないわけです。これは軍としてとても浮き足立つ状況であり、増援は絶対来ない。しかし後ろにいる部隊はどんどんと逃げていく。なぜ今自分たちがウクライナ軍の攻撃を受け止めるような形で残らなければならないのだと、兵士の士気は一層下がることとなります。ヘルソン市内に住む住民からの話としてニュースに上がってくるのは、まだ町の周りにはロシア軍がかなりいて、それらの部隊は塹壕を掘っている話などもあって、明らかに撤退命令と実際の行動の辻褄が合ってはいません。前線の方ではすでに通達を受け取ってさっさと逃げていく部隊もあれば、まだまだ現地で戦っている部隊もある。このあたりもロシア軍の内部における連絡の徹底不届きと、それに伴って今後の大混乱が発生することを予感させます。このような状況の展開から一部ではダンケルクの奇跡のように逃げ出す兵士たちが大量に一部地域に滞ることとなり、これを撃滅するかしないかで今後の展開が変わるといった話をする方もおられます。しかし、ダンケルクの時とは圧倒的に違うのは、ウクライナ軍は法律性であるとか合理的な判断といったものをこれまでずっとしてきました。そのため、ドニプロ川を渡ろうとして、ロシア軍の部隊が船着き輪周辺にやたらと集まるようなことがあれば、ウクライナ軍は容赦なくハイマースによる攻撃で、それら部隊兵士たちを一掃することでしょう。基本的に古今東西そうなのですが、逃げる敵軍を追う、そうした追撃戦によって最も多くの戦果を上げることができるのです。戦おうと思っている兵士よりも逃げようと思っている兵士の方が圧倒的に無防備なものなのです。この後ウクライナ軍がどれだけ追撃戦でこの地域にいるロシア軍の古参兵を打ち倒すことができるのか、それが今後の展開にとっても非常に重要なこととなるでしょう。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。